ある日、ファミコンソフトのコレクションをオークションに出品しようと思い、内容物を検品していたところ、違和感を感じるカセットを見つけた。そして化粧箱や説明書、カセットをよく調べてみると、本物と異なる箇所が見つかったのだ。つまりスーパーマリオブラザーズの贋作である。残念ながら入手経路は全くわからない。収集に血気盛んだった90年代、大量購入したゲームソフトの中に混じっていたのだろう。社会現象にもなったスーパーマリオブームから逆算すると、1986年から89年の間に製造されたと考えるのが妥当であろう。事実、スーパーマリオブラザーズ発売からわずか5ヶ月も経たぬうちに5000個もの贋作が流通直前で差し止められている。記事には、模造品は本物と入れ物の濃淡がわずかに違うだけで、性能も全く同じで専門家も判別困難とある。ゲームそのものは完全にコピーされていることをお伝えした上で、早速ご覧いただこう。最初は外観から。箱の色が褪せているが、単体で見る限りは贋作だと気づく者はいないだろう。本物と並べて比較。こうして並べてみても違和感は感じない。本物の箱を2つ用意してレイアウトにズレがあるか確認してみると、ご覧のようにほとんどズレがないのがわかる。一方、本物と贋作のパッケージを同じように合わせてみると、ご覧のようにズレが生じる。さすがにレイアウトまで合わせるのは困難だったのであろう。ではパッケージ画像を拡大して比較。本物の印刷ドットはキメが細かいが、贋作はキメが粗く CMYK の印刷ズレも目立つ。しかしながらパッケージの紙の質感、厚みなどは本物同様である。樹脂製のトレイも全く同じものにしか見えない。説明書も同様に製本されている。また使用している紙がやや厚いのと、小口の裁断がされていないため耳が不揃いになっている。ただし印刷に関しては本物と比べても遜色ないほどに再現されている。このような裁断ミスもある。ではカセットを見てみよう。表側のシール、裏側のシール、ともにコピー品特有の文字の溶け、にじみが見られるが、マリオの画像に関しては本物よりも高解像度に感じる。もしかすると任天堂から気譲りをもらえるような業者だったのかもしれない。またこの贋作で最も作りの粗さを感じたのがカセット両脇の滑り止めの溝である。ご覧のように比べると明快に造形の差がお分かりいただけるだろう。もしこの溝がしっかり作り込んであったら、このスーパーマリオが贋作だということに気がつかなかったであろう。それでは空割りをして基板を比較。まず本物の基板がこちら。スーパーマリオブラザーズの型番 HVCSM と記されている。こちらは後期バージョン。型番表記はなくなる。そして贋作の基板がこちら。富士通製と NEC 製2つの EPROM が載っている。本物の基板重量が 6.3g であるのに対し、贋作基板は 26.7g ある。実に4倍以上の重さである。また想定外にトランジスタが飛び出したのだろうか、応急的にケースを削り取った痕跡がある。あの熱狂的ファミコンブームの中、一刻を争うように特艦製造したのであろう。贋作は文化の歴史とともにありと言われるように、この事実はテレビゲームが文化の中心に加わった瞬間でもあったのだ。